で PC のアドレスを教えていただいている方はいいんですけど、スマートフォンでもいいんですけど、普通のガラパゴス型って今いいんですね。ガラパゴス型の携帯、私もそうなんですけど、そっちの携帯の方はPC アドレスをですね、後ろの受付のものにですね伝えていただければファイルをお送りすることができますので、よろしくお願いします。それからもう一つは今現在携帯をマナーモードにしてらっしゃるかどうか、どうぞご確認よろしくお願いします。私の方からのオリエンテーションは以上でございます。以上の了解とは資料の送るとで、司会を変わって高橋先生を皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきありがとうございました。今ご紹介があったようにこのセミナーはディングルという災害看護のグローバルリーダーを養成するプログラムです。でも災害というような複雑な現象、それは災害に限らず臨床の現場もそうだと思うんですけれども、そういった複雑な現象、健康問題にどういうような研究法を取っていけばいいのかということで、今日はイボ・アブラハム先生に講義をしていただくことになっています。私が2005年にペンシルバニア・ユニバーシティに行った時に、ちょうどですねイボ先生のポスドクの人を対象とした量的研究という講義を受けていて、当時私はまだ RCT っていうのが、最高のスタンダードな研究方法だというふうにしか思っていなかったので、一方で RCT って看護の現場には全然使えないなっていうようなことも思っていたので、そこでいろんな今日はその一部しかご紹介できないところもあると思うんですが、その時にこんなたくさんの量的な研究法があり、質的研究法は複雑な現象をそのまま切り取ってくるということを行っていますが、量的研究もそれができるんだということを大きく学びました。その後2007年に先生を兵庫県立大学にお招きして、講義をしてもらっていますが、今回はこのディングルでお呼びするというよりは大阪で行われています健康と情報の学会に先生が来られるというので、ぜひお話ししてほしいということでこのセミナーを持つ運びになりました。で先生の紹介に入る前にですね、今日の全体の話の中ですごく大切なコンセプト概念がありますので、この、3ページ4ページのところですかね、3ページのところと、あと概念の説明って載ってなかったですか。そうですね、4ページのところに一つ先生の講義に入る前にちょっとだけお伝えしたいことがあります。で先生の講義の中ではエフィカシーとエフェクティブネスという概念は使われています。エフィカシー、訳せば効能なんですけれども、これは RCT によって非常に、現実的な実験的な本当に理想的なところで得られた結果ということで、エフィカシー、キャン・イット・ワークということに対する答えであって、エフェクティブネスというのは訳せば実行になるかと思うんですが、実際の効果ということで現実世界においての効果ということの用語として使われています。それから、RCT は皆さんよくご存知のようにランダム化臨床試験でありまして、現在の、自然科学の分野ではまたは医学の中ではエビデンス、最も信頼性の高いエビデンスは RCT の結果だというふうに言われています。もう私が言った、2005年ぐらいにはアメリカは RCT は万能じゃないから、その RCT に代わるオルタネイティブな研究法を模索し始めた時代でしたけれども、まだまだ今、厚生労働省とかに行って話をすると RCT の結果でなければ結果でないっていうようなことが日本の国内では起こっているようですが、まだRCT も不十分なところがいっぱいあるということです。それから一番最初のレクチャーの中にヒエラルカルモデリングということで、マルチレベルモデリングとも言いますが、階層線形モデルという統計用語なんですけれどもが出てきます。これは例えば現実世界においてはある病院の中に患者さんがいてとか、
また先生の例の中には1人の医師が複数の患者さんを持っているというような状況があって、例えば治療結果は患者さんの要素だけではなく、例えばドクターのいろんな療法の選択腕というようなことも影響してくるというようなところで使われていく統計のモデルになります。統計用語が出てきますので、ちょっと最初にもし今日ご覧になる方は難しいかなと思われるかもしれませんが、ぜひまた帰られて、勉強していただければいいなというふうに考えております。それでは先生のご紹介をさせていただきたいと思います。1ページのところにご紹介がありますけれども、ミシガン大学で精神看護学の修士号、それから臨床研究というクリニカルリサーチの博士号を取得された後、非常に看護の分野のみならず広い分野のプロジェクト、健康問題をターゲットとしたプロジェクトに取り組まれておられて、量的研究のエキスパートでいらっしゃいます。現在はアリゾナ大学のセンターフォーヘルスアウトカム&ファーマコエコノミックリサーチの所長として、また多くのアメリカの大学、アジア、アフリカ、ヨーロッパの大学で客員教授をされておられて、もう私がお知り合いになった時から世界中を駆け回っておられましたが、今はそれほどではないけれども、ヨーロッパにもアジアにもたくさん行っていらっしゃって大変忙しい先生であります。で、主に臨床アウトカム、臨床エフェクティブネスに焦点を当てた研究を数々されておられまして、3ページのところに業績の一部を示しておりますが、本当に論文も本も何百と書かれておられる先生です。それではレクチャーどうぞよろしくお願いします。Thank you very much. Thank you very much. I'm very pleased to be here. I was here several years ago. I have very good memories of that. And already I appreciate also the help of our two interpreters here in the first row who will help me speak Japanese this afternoon. 今日はありがとうございます。日本にまた伺うことができて嬉しく思います。数年前にも来日しておりますけれども、とてもいい記憶でいっぱいです。今日は2人の通訳を介して私のお話をさせていただきたいというふうに思います。What I would like to do this afternoon is listed on this slide. I would like to start by talking about the efficacy effectiveness gap, the difference between efficacy and effectiveness. ここに書いておりますのは今日の私の話の内容ですが、まず第1点目といたしましてはエフィカシーとエフェクティブネスというこの2つのギャップといいますか違いについてですね、あえて訳すならば効能と実行のギャップについて述べたいと思います。Next, I will try to define outcomes and effectiveness and effects and ask some key questions that should guide our outcomes and effectiveness research. そして2点目にアウトカム、そしてそのエフェクティブネス、そしてエフェクトというこういった言葉についての定義、またこういったものにどういった影響があるかということの主要な疑問についてもクエスチョンに関しても述べたいと思います。The next two topics concern moderators and mediators and causality, and this will be a little bit more technical, but I think it's important to highlight these as well. そして次の2点になりますけれども、モデレーターとメディエーター、調整変数と媒介変数、そしてコーザリティ、因果性ということに関してもご説明いたします。少しテクニカルな内容になりますけれども、専門的な内容になりますけれども、とても重要な内容だと思っています。Then we will stay with something more technical and look at ways of modeling the effects based upon the source of the effects, whether it is the clinician or whether it is the patient. そ
そして、次にモデリングの話でありますけれども、その、ソースとなっているのが臨床医なのか、あるいは、患者の方なのかということで、階層線形モデルということについてもお話をさせていただきます。And then I will conclude with some data about evidence-based care. 今のもかなりテクニカルな話なんですけれども、そして、最後に、データということで、エビデンスベースのケアに関する、データについても述べたいと思います。Let's talk about the efficacy and effectiveness gap. And I would like to ask you to imagine a very small, simple pill. Pill, yeah, medication. まず、それでは早速エフィカシーとエフェクティブネスの違いについてなんですけれども、1錠の小さなピルを、薬を思い描いてください。Now also imagine two worlds. Trial world, where we try to test that little pill, and the real world, where that pill is given to many, many patients. そして2つの世界を想像してください。1つは治験における世界であります。つまりその錠剤を調べる、検査する治験の世界です。でもう1つはその錠剤が実際患者さんに投与されるという、実際の世界ですね、を想像してください。In trial world, there's one view. There's only one world. And you see only one globe here. And it is focused on efficacy. この地球の世界でありますけれども、一つの見解しかありません。この地球が一つしかないということで、それを示しています。そしてそのフォーカスとなっているのはエフィカシー、効能です。In trial world, we try to have almost everything the same. We focus on making things very homogeneous. そしてこの知見の世界におきましては、すべてを同じ条件にします。非常に均質な世界というものを作り上げるわけです。The question we want to ask in the trial world is, can this drug work? そしてこの知見の世界において我々が質問する内容というのは、この錠剤は効果があるのか、実際その錠剤としての機能を果たすことができるのかということであります。Now, on the other hand, in the real world, there are many ways to look at our little medication, at our little pill, at our intervention. しかしながら実際の世界においてはこの一錠の小さな錠剤に対する見解というのは様々です。またその介入の仕方も様々であります。たくさんあります。In trial world, in the real world, I'm sorry, in the real world, there is heterogeneity. 従いまして、実世界においては異質性があるわけです。So, our pill, which was shown in perfect conditions to be efficacious, we now have to ask the question, in the real world, will it be effective? 従いましてこの錠剤、完璧な世界におきましては、効能があると、エフィカシーがあるというふうに示されたこの同じ錠剤が実世界においても本当に機能することができるのか、機能するのかどうかですね。実際の世界においても機能するのかどうかということを疑問として考えなければなりません。As you see on this slide, in trial world, the focus is on the drug. このスライドでも分かりますように、その治験の世界においては、フォーカスはその薬剤の方にあります。In the real world, it is about treatments that involve the drug. そして実際の世界においては、その薬剤に関わる治療にフォーカスが与えられるわけです。Going up to the top of the slide, in the trial world, our patients are perfectly ill. They're carefully chosen, and our clinicians are top clinicians. そし
してこの右側の欄をごめんなさい、左側の欄を見ていただきたいんですけれども、治験の世界において患者さんは非常に注意深く選ばれた、完璧に疾患を患っているといいますか、本当に疾患を患っている患者さんが選ばれています。で、臨床医の方もですね、非常に優秀な優れた臨床医が選ばれています。Also in trial world, we have perfect centers where we go to test our new drugs, and everything is written down in a protocol. そしてその治験を行う施設でありますけれども、そちらも非常に優秀な施設であります。この新薬をテストするのに選ばれた優秀な施設で行われます。そしてまたその作業といいますかケアでありますけれども、すべて綿密に手順書に描かれた通りに手順書に従った手順で投与されます。Now in the real world, our patients are not perfect. しかしながら、実世界の方では決して完璧な環境ではありません。They are ill, but they may have many illnesses. 例えば患者さんですけれども、疾患を患っているかもしれないけれども、たくさんいろいろな疾患を患っているかもしれません。Some are older, some are younger, some live in good neighborhoods, some live in not so good neighborhoods. Some are white, some are black, some are Asian, some are Native American, etc., etc. そして、年齢もですね、まちまちです。高齢者もいれば若い人もいる。またその住んでいるコミュニティも非常にいいコミュニティ、豊かなコミュニティである場合もあるし、貧しいコミュニティかもしれません。また人種も白人であったり黒人であったりアジア人であったり、あるいはネイティブアメリカンというようないろいろな民族的なバックグラウンドを持った人たちであります。Our clinicians, some may be very good, but some may be the ones who just made it through medical school or nursing school or pharmacy school. そして臨床医の方もですね、実際非常に優秀な臨床医もいますけれども、中にはギリギリの線で、その資格の試験を合格した人もいるでしょう。あるいはいつでは医師だけに限らず、ナースに関しても薬剤師に関してもそうです。Our centers, the places where we go for treatment, some may be very good, some of them may be not so good. そしてその病院ですけれども、そういった病院も、優秀な病院もあれば、さほど優秀ではないかもしれない病院もあります。And the final thing I want to say about this slide is that the care is no longer prescribed in a protocol, but decided by the clinician. そしてそのケアのやり方でありますけれども、実世界においては細かい手順書に従うわけではなく、そういった手順書があるわけではなく、臨床医の意思決定で、ケアが施されます。So let's now step beyond pharmaceuticals. I just used that as an example because it simplifies things. それでは、少しその薬剤の世界から離れて、次のような疑問を投げかけてみたいと思います。And I would like to say that there are 5 important questions that we try to answer in effectiveness research. その我々、そのエフェクティブネスの研究をするときに5つの基本的な疑問、質問を考えます。The first question is quite evident. Does the treatment work or not? まず第1番目の質問でありますけれども、その治療が効果をもたらすのかどうかということです。But then there are 4 other questions that help us get a better understanding of a treatment's, of an intervention's effectiveness. そしてあと続く4つの質問でありますけれども、その治療あるいは介入が
本当に実行力があるのかどうかということをさらに我々の理解を深めてくれるのに役立つ質問であります。When does the treatment work and when not? それはまずその治療が効果を果たすのはいつなのか、そしてどういった時には効果があるけれどもどういった時には効果がないのか。In which patients does the treatment work and in which patients does it not work? そしてどういった患者さんにはその治療が効果を示すけれどもどういった患者さんには同じ治療であっても効果がないのか。Why does the treatment work in some patients and why does it not work in other patients? またその治療がある患者群においては効果があるけれどもなぜそのある患者群においては効果があってなぜ違う患者群においては効果がないのか。And then the last question, why does the treatment work with some clinicians but not with other clinicians? そして4つ目といいますか最後の質問になりますけれどもその同じ治療がその担当医臨床医によっては効果をもたらすけれどもまた違う臨床医が同じ治療を行ってもなぜその効果をもたらさないのか。ですから臨床医によっては効果があったりなかったりするのはなぜなのか、なぜ効果があるのか、なぜ効果がないのか。Let's now look at some definitions and we will start with effectiveness. それでは次に定義いくつかの言葉の定義についてでありますけれども一つはeffectivenessという言葉の定義について考えていきたいと思います。Effectiveness is the effect of an intervention. effectiveness というのは介入の効果であります。And an intervention is, if you go back to the Latin, it is coming in between something. そしてこのインターベンション、介入という言葉ですけれどもこれはその語源はラテン語にありまして、その語源であるラテン語ではどういう意味かと言いますと、間に入るということであります。What is then the clinical intervention? It's, go ahead. それでは次にその臨床的な介入、クリニカルインターベンションとは何か。Here are some important words. It's a defensible action. でその定義にはいくつかの重要な言葉があります。一つはディフェンシブルアクションというふうに書いてありますけれども、これは説明可能であるそういった根拠となる説明ができるということであります。Action means it is something I do. Defensible means I can explain why I do it. アクションというのは行動です。そしてディフェンシブルというのはなぜその行動を取るのか、取ったのかということが説明できるという意味です。I take that action to intervene in a health condition. そしてその行動をもってですね、健康状態に介入します。And I intervene with a purpose. And that purpose is to affect a desired outcome. そしてその介入は目的を持って行います。その目的というのは、望まれたアウトカムを、もたらすということであります。And while I intervene, I am also mindful about undesirable outcomes, bad outcomes that I could cause. そしてその介入している間に同時に念頭に置かなければいけないのは、良くないアウトカム、望まないアウトカムであります。This then raises the question, what is an outcome? それではアウトカムとはどういう意味なんでしょうか。Outcome is a consequence or an end result. アウトカムというのは結果、帰結、成り行き、最終的な結果という意味です。A clinical outcome then is a consequence or end result intended to be for the better. したがいまして、クリニカルアウトカムというのは、帰結や結果であるわけでありますけれども、良かれと思ってもたらされる結果であります。I want to achieve something
that is better than before. つまり達成したいことは前よりもより良いことを達成したいわけです。And I do that by means of an intervention. そしてそれを介入という手段でもって行います。And the outcome will tell me how effective that intervention was, to what degree it was effective. そして、その Sorry, could you just So, and the outcome will tell me how effective the intervention was, the degree to which it was effective. そしてアウトカムというのはその介入がいかに、エフェクティブであったか、ということですね。そして、まず介入がエフェクティブであったかどうかということと、どういった度合いでエフェクティブであったかということを示してくれるのがアウトカムです。So an outcome from a clinical point of view is a consequence that I could anticipate. したがいましてクリニカルアウトカムというのは、予測できる、結果であります。It can be positive or it can be negative. そして、そのアウトカムには、ポジティブなアウトカムもあればネガティブなアウトカムもあります。And I can reasonably argue the benefit of that outcome. そしてそのアウトカムのメリット、便益を説明することもできます。I can explain why I think my intervention will achieve a particular outcome. この介入がこのアウトカムをもたらすとなぜ私が思うかということを説明できるということです。And it's not only about me as a researcher, but it is about what I can do for clinicians. そしてそれは私研究者としての立場から言えることだけではなく臨床医にもそれを波及させることもできるものでなければなりません。So if I want clinicians to achieve better outcomes, what kind of intervention should I develop? つまり臨床医に優れたアウトカムをもたらすことができるようにしてあげるために私はどのような介入手段を開発したらいいのかということを考えます。And three criteria are important. そこで3つの基準、とても重要な基準があります。One, the intervention must be systematic. There must be a system behind it, steps. まず第1点目はその介入がシステマティックでなければいけない、つまり系統だっていなければいけない、段階を踏むとでも言いましょうか。It needs to be replicable. That means that everyone in this room and beyond should be able to take that intervention and do it exactly the way it was designed and developed. そして2点目として重要なポイントはレプリカブルである、つまり反復可能であり、繰り返しが可能であると、再生可能であるということであります。つまり、ここにいらっしゃるお一人お一人、どの方が行っても行うことができるような介入でなければいけない、同じデザインでもって介入ができるものでなければならないということであります。And thirdly, it must be sustainable. It must be affordable. It must be possible to do this with lots of patients, if not all of our patients who need it. そして、持続可能、サステイナブルであります。その支払い能力があるという意味でもありますし、その多くの患者さん、できれば全ての患者さんにおいて、可能な介入でなければなりません。So we have talked about interventions, we have talked about outcomes, we have talked about effectiveness. Let's now talk about effects. 今までに介入、アウトカム、そしてエフェクティブネスということについて述べてまいりましたけれども、次に、エフェクト、効果ということに関して述べたいと思います。
of our questions. It is not only whether the treatment works or not, but how it works. 先ほど投げかけたその質問を思い起こしていただきたいんですけれども、治療がですね、こうそうするか否かというだけではなくて、どのように治療がこうそうするかという how の部分も考えなければなりません。So when you analyze the data of a clinical effectiveness study, we need to look at more than just whether the treatment has an effect, yes or no. したがいまして、そのクリニカルイフェクティブネスを考えた場合、そのデータを分析するときでありますけれども、そのイフェクティブネスがあったか、イフェクトがあったかなかったか、イエスかノーというだけではなくて、それ以上のことを考えなければなりません。Look at these two examples here. In this situation, we have a drastic change quite immediately. いくつかのパターンがあるんですけれども、一番最初のグラフをご覧いただきますと、大きな変化がすぐに現れています。It changes levels. このようにレベルがもうどんと変わっています。Whereas here, once we do our intervention for a while, we see the outcomes over time, gradually. 2番目のグラフではですね、介入をしてしばらくするとアウトカムが現れてきます。刑事的に徐々にアウトカムが現れてきます。Here, it's another type of effect that we can only find if we really look at our data. そしてこちらはまた違うタイプの効果でありますけれども、本当にデータを深く読み取ることによって得られる効果であります。You see here that the distributions of the data during the interventions gets wider. 介入時のデータの分布が幅広くなっています。This is another example, and it tells us then there is an up and down effect associated with our intervention. こちらの4つ目でありますけれども、介入に伴って効果が上がったり下がったりします。The third line, we can have an effect that lasts, can have an effect that at the end of the intervention declines. そしてこちらですけれども、その効果が持続する場合と、ある時になるとその効果がなくなってしまうものがあります。Our effect can happen right when we start the intervention, or it may take some time and build up. そして、即効性のある効果、即介入とともに即効果が現れる場合と、後になって徐々に効果が現れてくる場合があります。The next two topics, or the next two terms, are a little bit more difficult, but I'll try to explain. これから申し上げるまた新たな2つの言葉がありまして、やや複雑でありますけれども、ご説明したいと思います。We'll first talk about moderators. Think of a moderator as the dial on a radio to turn the sound louder or turn the sound down. 1つ目の言葉ですけれども、モデレーターという言葉です。調整変数でありますけれども、想像していただきたいのは、例えばラジオのその音量を調節する、ダイヤルですね、を想像してみてください。So a moderator helps us see the effect of our intervention better. モデレーターによってその介入のエフェクトをよりよく見ることができます。So we may have a predictor, let's say a treatment. まず予測変数、プレディクター、例えば治療です。And we know that that intervention has an outcome.
でその介入によってアウトカムがもたらされます。Plus, we also have our moderator, our dial. そして、モデレーター、調整変数、先ほど言ったラジオの、音量調節のつまみです。And we know it can help us see our outcome variable better. これ、でもってですね、そのアウトカムの変数をよりよく見ることができます。So what we really need to do in our effectiveness studies is to try to combine our treatment with variables that make that treatment be even better. 従いまして、エフェクティブネススタディで私たちが見なければいけないのは、治療と、そのさらに、その治療をよりよく、その治療のエフェクティブネスをよりよく見せてくれる変数、モデレーターも見ていかなければなりません。Here are three examples of the effect of a moderator. Here, on all three slides, think of this axis as turning up the dial. So the level of the moderator variable goes up. でこちらの方にこのモデレーター調整変数の3つの例があるわけです。このダイヤル、モデレーターのダイヤルを回すことによって、いろいろの違う結果が出ています。The effect can be linear. For every little bit that I turn up the dial, my outcome is more visible. このように直線形になることもありえます。少しずつダイヤルを回すことによってアウトカムが少しずつ出てくるというのがこのリニア線形のモデルであります。It can be statistically quadratic. That is, it takes a while, but then after a while, as I turn it up, suddenly we see it much, much better, much faster. そしてこの二次的な曲線が出てくる時もあります。統計的に見ましてこのダイヤルを回すことによって最初はそれほど効果が出ていなくても徐々に効果が出てきてだんだんと状態が良くなっていくというのがこの2つ目のものであります。And the third possibility is a step. I turn it up, suddenly I see the effect I tried to create with my intervention. そして3つ目がこのようにステップで急激に結果が出ることです。この最初のうちはそれほど出ないけれども、しかしながらある時期に私がこの介入によって得ようとしたいわゆるエフェクトが突然出てくるというものであります。Now the next type of variable is a mediator variable. そして次の変数というのはこれ媒介変数メディエーターというものであります。And we know we have our independent variable, our treatment, which we hypothesize, which we believe will create an outcome. そしてこちらの方にインディペンデントバリアブル、独立変数があります。これ治療になります。結局仮説としてこの治療によって何らかのアウトカムが出てくるというふうに信じているわけです。But I cannot see this line. しかしこの線、このラインは見ることはできません。I can only see the effect of my treatment on my outcome if a mediator variable is present. 私はこのインディペンデントバリアブルのエフェクトというのは媒介変数メディエーターがあってこそ初めてこのアウトカムを得ることができるわけです。So a mediator variable is like a light switch. ということでこのメディエーターバリアブル、つまり媒介変数というのは電気のオンオフのスイッチのようなものです。If the light were off here, I would not be able to see whether you are appreciating my lecture. ということで、スイッチがなければ皆さんも私の講義をきちんと聞いてくださっているのかどうかというのがわからないということであります。And likewise, if the light were off, all you would hear is
the sound of voices speaking from the front. Oh. And if the light were off, you would only hear voices speaking from the front. で、このミディエーター、つまり媒介変数がきちんとオンになっていなくてオフの状態でありましたら、私の声だけしか皆さんには届いてないということになるわけです。So, no mediator variable, we would not be able to observe our effect. ということで、こういった仲介変数がなければ、媒介変数がなければ、我々は結果を見ることは、観察することはできないということであります。Let's now go and talk about causality. それではここから因果関係、因果性についてお話ししていきたいと思います。In causality, the question is the effect that I see, or the outcome that I see, is it because of my treatment? この因果性というのは、結局この見えているエフェクト、あるいはアウトカムというのは治療をしたからなのだろうかということであります。The randomized clinical trial is the gold standard for evaluating efficacy. ランダム化臨床試験というのは、エフィカシー、効能の評価のためのいわゆる究極の代表的な基準であります。We have optimal control because we know some patients get the treatment, some patients do not. 適正なコントロールがされています。治療されている患者さん、治療されていない患者さんがいるわけですから。And that gives us optimal ability to infer, to conclude that the treatment caused the outcome. つまり、最適な、また適正な、因果的な推論ができますのは、結局、治療をした患者さんを見て、治療をしたからこういった因果になったんだ、ことになったんだということが推論できるわけです。But there are limitations, there are costs associated with this. しかしながら、やはりこれには限界があります。これにはどうしてもいわゆる費用、コストというものがかかってくるからであります。On the left side, we make it very simple. You get the treatment or you don't, or you get a control treatment. 左側は非常に簡単です。治療を受けるか、あるいは対象群で治療を受けないかということになります。And in a clinical trial, we also try to limit what we see on the right-hand side. また、臨床試験におきましては、この右側のものもやはりその限定的に見るようにします。Did blood pressure go down or did it stay the same? 例えば血圧は下がったのか、あるいは前と同じであったのかというようなことを見ています。Did cognitive ability of our Alzheimer's patients go up or did it decline? あるいはそのアルツハイマー患者のさんのいわゆる認識の力は上がったのか、あるいは下がってしまったのか。At the point that we randomize, we make a decision. ランダム化した段階で我々は一つの決断決定をしています。The decision is, some get the treatment, some do not. つまりランダム化することによって患者の一部は治療を受ける、一部は治療を受けないということが決定されます。The point of randomization is also a time point. このランダム化というこのタイミングは非常に重要な時点であります。We are saying that at that time point, from that time point on, everything I observe is because of my treatment. つまりそのランダム化をした時点で、その時から全ての結果は結局私の治療介入によるの結果によるものであるというふうに見ることができます。But what if the day before my patient comes in to have his blood pressure measured, he had a meal with a lot of salt in it?
例えば血圧を測る前日2日ほど前に非常に塩分の高い食事をしたということであればどうなるんでしょう。What if my patient promised that he would exercise 30 minutes every day during the clinical trial? で例えば患者さんが必ずこの治験の間は30分1日1回は必ず運動をするというふうに約束したとしましょう。What if my patient drank a lot of alcohol or smoked a cigar the day before coming in for follow-up visits? あるいはフォローアップで病院に来るときに前日にアルコールを飲んできた、あるいは葉巻を吸ってしまったというような状況はどうなるんでしょう。What I'm trying to say is that there may be so many other variables that we cannot observe in a traditional randomized clinical trial. でここで私がこういったことを申し上げましたのは、従来からありますランダム化臨床試験におきましては、実際それを見ていく中であまりにも我々があまりにもたくさんの変数があるということを申し上げているわけです。So really, the challenge is that we have to look at many variables, and that the difference between treatment and outcome is not necessarily distinct. ということで、私が今申し上げたいのは、こういった結果、アウトカムを見ていくときには、たくさんの変数にも目を向けていかなければならないということで、あります。この治療、そしてそれによってもたらされますこのアウトカムというものは、はっきりと分かれて、くっきりとあるものではありません。What are the implications now for our attempt to infer causality? それではこういった因果性、因果関係を見ていくときに、どういったところを見ていけばいいでしょうか。A few questions. If you look in a traditional textbook, you will see that only an RCT allows causal inference. 昔の教科書ですと、こういった RCT だけがそういった因果関係をちゃんと表せるんだというようなことが書いてあります。 The argument is, if it's not an RCT, it's no good. つまり、こういったランダム化された臨床試験でなければ、その結果は良くないんだということをかつては言っていました。Let me give an example. 一例申し上げます。A study, an observational study, has shown that hemodialysis patients who receive poor hemodialysis, KT over V of less than 1.2, have a higher chance of dying. で例えばこのある観察研究の結果で、血液透析を受けている患者さんであまり良い血液透析を受けていなければその死亡の確率が高まるということであります。Would you volunteer, if you were a hemodialysis patient, would you volunteer to be randomized to poor dialysis? でそういった試験をするというときにこのご自身が血液透析を受けている患者さんであればそういったあまり良くない血液透析を受ける方のにランダム化される可能性のあるような試験に手を挙げて参加されますか。 Another example. It has never been shown that smoking causes lung cancer. 他の例を申し上げます。喫煙というものが肺がんをもたらすということはきっちりと証明されたことはありません。All that has been shown for about 50 years now is that people who smoke over a long time have a higher chance of developing lung cancer. 過去50年を見ますと言われていることは、長期にわたって喫煙した人は肺がんになりやすいというふうに、肺がんのリスクが高いというふうなことが言われているだけです。
So you will see from these two examples that there are situations where we cannot do a randomized trial, but with good certainty we can draw conclusions and make a causal link. ということで、この無作為化した試験で、全てが証明されるわけではありませんが、しかしながらこういったところからあるいわゆる因果性というものを引き出すことはできますということです。So what I would like to emphasize is that good observational studies will allow us to draw conclusions about cause and effect. ということで、私がここで強調したいのは、良い観察研究を行いますと、こういった構図、因果、そしてそのエフェクト、効果の結論を引き出すことができるということであります。Take this at the level of countries or even regions of the world. 国、あるいはその地域において少し、そういったことが言えるのではないでしょうか。Countries that are poor have populations who have lower levels of health. 例えば、非常に貧しい国というのは、どうしてもそこに住む人々の健康状態は良くない。Countries that are rich tend to have populations that are healthier. そして豊かな国に住む人々は対してそこに住む国民というのは健康状態がいいということが言えます。We can conclude then that randomization is a way for inferring causality, but so is association. ということで、ここで言えますことは、無作為化というのはこういった因果関係を見ることもできますし、またこういったいわゆる関連付けということもまたそうやってこの因果関係を見ることができるということがあります。For a long time it was believed that observational studies overestimate treatment effects. で、長い間こういった観察研究というのは治療の効果というものを過剰に評価しているというふうに言われていました。But in 2000s, two very influential papers were published in the New England Journal of Medicine. しかしながら、2000年になりまして、ニューイングランドジャーナル・メディスンに、2つの非常に重要なペーパー、論文が発表されました。10 years before that, Mosteller argued four important criteria. で、それに遡りますこと10年前に、モステラは非常に重要な4つの基準というものを出しました。And these criteria are for inferring causality from observational studies. そしてこの4つの基準はこの観察研究によりましてこういった因果性を見ていくということに関連したものであります。The first one is consistency, that the same effects are achieved regularly and across people and time. 一つ目がいわゆる一貫性ということであります。エフェクトというものが常に同じように人々、そして同じ時にこういった同じ結果を出すことができるということであります。In countries where smoking rates have gone down, 30 years later, lung cancer rates have gone down. 例えば、喫煙の率が非常に下がってきた国において、30年後、肺がんの率も下がってきた。Women started smoking later, and we see now more lung cancer, female lung cancer patients than male lung cancer patients. 女性が男性よりも後に喫煙をする人数が増えてきたということ、そしてその時間が経ってまた今女性のいわゆる肺がん患者さんが増えてきているという状況。Second criteria is responsiveness. で、2つ目の基準というのは反応性ということであります。
we can see that if a treatment happens, a response to that treatment occurs as well. 治療がされますと、その治療に対しての反応というものが起こります。We see the treatment, and then later we see the positive outcome of that treatment. 治療が行われ、そしてその後においてこの治療によりますポジティブなアウトカムというものがもたらされます。Third criterion is a mechanism. 3つ目の基準がいわゆるメカニズム、基準であります。We can explain how the effect is created. このエフェクトというものがどのように作られたのかということが説明できるということです。And we can explain that either physiologically or psychologically or a combination of both. それは生理学的にも、あるいは心理学的にも説明できる、あるいは両方の観点からも説明できるということであります。And the fourth criterion is uniqueness. そして4つ目の基準が独自性であります。We can exclude other possible explanations. つまり他の可能性のあるものを除外することができるということであります。It may be not with absolute certainty, but with very high degree of certainty. 絶対的な確実性でないにしても、非常に高い確率性において説明することができるわけです。Now, I will also agree with many critics of observational studies that poorly designed observational studies are not good research. そしてこういった観察研究において、批判している人たちと同じように、私もこういったきちんとしたデザインのされていない、こういった観察研究というのは良くないということを申し上げます。In this and the next slide, I want to highlight 4 important steps. このスライド、そして次のスライドにおきまして、4つの重要なステップに目を向けたいと思います。Actually, I need to correct that, not step, but goals. 4 important goals. 訂正します。ステップではなくて、ゴールです。The first goal is, in observational study, let's see what the results are. まず最初のですけども、ゴールとしましては、このオブザベーショナルスタディ、観察研究において、何を見ていくのかというのを見ます。In this example here of hypertension treatments, we would look at blood pressure values. そしてこれは高血圧の治療という例を見ているわけですけれども、その時のまずゴール1としましては、まず血圧の値というものを見ていきます。But we could also look at other outcomes associated with reduced blood pressure, like total cardiovascular risk. それとともにこの治療を行うことによってもたらされます他のアウトカムも見ることができます。例えば血圧を下げることによって、得られますし、もう一つの考えられますのが、心血管疾患のリスクがどうなるかということであります。So the first goal is to show or is to evaluate whether we saw the intended effect. でまず最初のゴールにおきまして、その我々の意図していたエフェクトが得られたかどうかというのが評価します。The second goal is to try to identify determinants. そしてゴールの2としましては、その決定要素というものをきちんと特定していくということであります。Usually we think of determinants as being patient-related. 通常この決定要素というのは、患者さん関連のものというふうに通常考えます。But they may also be clinician-related. しかしながら臨床医関連というのも含むことができます。We need to evaluate all possible determinants. すべての可能性のある決定要素を評価しなければなりません。
In the next step, we're going to put, or in the next goal, in the next goal, we're going to try to put these outcomes and these determinants together. そして次のゴール3としましては、このアウトカム、それからこの決定要素というのを合わせて見ていきます。And we're going to model our outcomes, in this case, blood pressure values, with the determinants that we have collected data on. つまり、ここで見ていきますのは、アウトカムのモデルとしましては、結局我々の目を見ているこの決定要素とこの血圧の値というものを一緒に見ていきます。And the fourth goal goes back to what I said earlier about unintended, that's not the word I used, that I said earlier about poor outcomes, undesirable outcomes. そしてこの4つ、ゴール4というのは先ほど申し上げましたけれども、結局、望ましくないいわゆるアウトカム、良くないアウトカムということになります。And in drug research, that would be pharmacovigilance. そしてこの薬剤の研究であれば、それはファーマコビジランス、薬品の安全監視ということになります。But think of it also broader as more generally the safety or lack of safety of our interventions. もう少し広く一般的に言いますと、結局その介入のいわゆる安全性、あるいは安全性が欠如していたのか、そういったことということを意味します。Now remember that I talked about clinician level influences on outcomes and patient level influences on outcomes. 先ほど、アウトカムへの臨床医でのレベルでのいわゆる影響、それから患者レベルでの影響ということを申し上げました。In a study, and here you see an example with 4 participating clinician investigators. でこちらの方では、例としてありますのが、4人のこういった治験に参加している研究者があります。Each clinician contributed a certain number of patients. でそれぞれのこの治験に参加したその医師がそれぞれ何人かの患者さんを持ってこれに参加しました。And we'll stay with hypertension as our example. でやはり高血圧という例で話を進めたいと思います。These patients treated by clinician 1 in the study can be assumed to have something in common. そしてこの1番の先生によってこの治験に参加した患者さん、この患者さんを見ますと、この先生に見てもらったということで何らかの共通点があるというふうに考えられます。It is the clinician. つまりそのドクターに見てもらったと、その同じドクターに見てもらったということで、共通点があるわけです。With what he knows and what he does not know. このドクターが知っていること、そして知らないこと、すべて関わっていきます。With the experience he has or the lack of experience that he has. この医師の経験がどれだけあるか、あるいはどれだけないか。With how he practices and how he chooses not to practice. そしてどのように診察を行っているのか、そしてどのようにしていないのか。Whether he knows the research literature or does not know the research literature. きちんと研究文献などを読んでいるのか、あるいは読んでいないのか。All these patients will be subjected to those influences. この先生の下で治験に参加した患者さんはすべてそういった影響下にあるわけです。So imagine that this second clinician here そして2番目のドクターの元の患者さんのことを考えてみてください。 knows a lot more, 例えばもっとよく知っている。 knows the research literature, そして研究文献な
などもちゃんと読んでいる。knows the evidence-based guidelines, またエビデンスベースガイドラインも熟知している。sees 15 hypertensive patients a day, そして1日あたり50人の高血圧患者さんを見ている。then you can draw that conclusion just as well as I can. We can say these patients will be different from these patients. で今申し上げただけでも皆さん私と同じような結論に、達すると思いますけれども、結局医師1に見てもらった先生と医師2に見てもらった先生とではその患者さんへの影響は違うということがお分かりかと思います。Repeat that for clinician 3, for clinician 4, and as many clinician investigators there might be in a study. これは医師さん、あるいは次の先生、そして次のこれに参加するすべてのいわゆる先生に、医師に当てはめていることができます。We can add a level and add institution, for instance. そしてこの医師レベルからさらにもう一つのレベル、いわゆる病院レベルというのも足すことができます。So you now see that what we observe in a clinical study in our patients may be something related to that patient, maybe something related to that clinician. There's a higher level, something related to the center where the patient is treated. ということで、臨床試験におけますその患者さんに影響を与えているのは単にその患者さんだけではなくて、その患者さんを見ている臨床医、あるいはその臨床医の勤めているいわゆる病院、あるいは施設などが全て関わってきています。Along the way, this created a statistical problem. ということで、こういったことがありましたので、統計的に問題が出てきました。Because if we want to analyze our data with conventional statistics, we assume that all observations are independent. でやはりその統計的にこういったものを解析しようということであれば、すべてのこういったものはいわゆる独立性があるというふうに考えていました。These patients here, and these patients, and these, as clusters of patients, are not statistically independent. でこれそれぞれの医師1、あるいは医師2、あるいは3、そして他のいわゆる医師の元の患者さん、そういった患者さんはすべていわゆるクラスター群としては統計的に独立性はありません。So imagine now that one patient decreased blood pressure by 20 points, another by 15 points, another by only 5 points. で例えば血圧が例えば1人の患者さんは20ポイントあるいは15ポイント5ポイントと下がったというふうにします。 Think now back of my 5 questions of the beginning of this lecture. 一番最初に皆さんに申し上げました5つの質問、それをちょっと振り返っていただきたいと思います。 Why is that the treatment works in some patients and not in other patients? なぜこの治療がある患者さんには効果を発揮するけれども他の患者さんには有効ではない。 Why does it work with some clinicians but not as well with other clinicians? なぜあるドクターはこれにとってこれを治療法は有効だけどもある臨床にとってはそれは有効ではない。なぜなのか。 So now suddenly there's a whole new dimension in our clinical research. ということで、こういった臨床試験におきまして、全く新たな側面というものが出てきたわけです。And we are going to have to decide what part of the variance in outcomes is due to clinician, what part of variance in outcomes is due to patients. ということで、こういった際は、どの部分がいわゆる臨床医の違いによるものなのか、どの部分が患者の違いによるものなのかというのを見ていかなければなりません。 Think of these physician, clinician investigators as a class, a group. ということで、こ
こういった臨床試験に参加している臨床医などをクラスというふうにして見ていってください。グループとして見ていってください。 We can now calculate the intra-class correlation coefficients. ということで、こういったクラス間の相関のいわゆる係数というものを見ていきます。It will give us the percent of variance in blood pressure outcomes that is attributable to the treating clinician. ということで、これに基づいて計算しまして、そのいわゆる医師ごとに出てきます、こういった差異、治療のいわゆる実行の差異というもののパーセンテージというものが出てきます。Over the past 10 years, almost 9 years, we were contracted to do several studies on blood pressure reduction. で、過去9年から10年の間、こういった血圧を下げるということに対してのこういった研究、これにおいてリサーチをするためのいわゆるコントラクトをしました。Preview study, or study with the name preview was the first one. Excellent was the last one. 一番最初に行われました研究というのがプレビュースタディというものでありました。そして最も最後に行われましたのがエクセレントスタディというものでありました。In the preview study, we found 25% systolic, diastolic blood pressure values were due to the treating physician. そしてこのプレビュースタディの中で分かりましたのは、収縮期の血圧、そして拡張期の血圧がそれぞれ 24%、25% というのは、これは医師の治療によって、こういうふうになった、医師の治療の影響によるものであるということが分かりました。We were surprised, and so was the study sponsor. 大変驚きましたし、またこの研究のいわゆるのスポンサーとなった企業も大変驚いていました。We asked our statisticians to analyze and reanalyze these results. で、我々は統計の専門家の人たちにこれを解析、そして再解析を依頼しました。They always came back with the same 24 and 25%. そしていずれの場合も24、25% という同じ値で回答が戻ってきました。Our study sponsor was a little bit nervous. ということで、この、研究のいわゆるスポンサーは大変この数字に対しまして、気にしていました。How was a pharmaceutical company going to tell physicians that they were not treating very well? どうやって製薬会社がその医師に対して治療がちゃんとできてないよというふうに伝えればいいんでしょうか。Fortunately, all of the following studies were giving us similar percentages. で、幸いなことにその後に続きました研究スタディにおきましても結果は同じような割合というものが出てきました。So the implication is twofold. There's two major points. ということで、ここで言えることは2つあります。First of all, to clinicians, heal yourself. Treat yourself. ということで、まず先生たちに、まず自分の治療をしてみなさいということであります。Read the literature. 文献をしっかりと読んで、Practice in accordance to guidelines. でガイドラインに沿って治療を行ってください。Build up your experience. 経験を重ねてくださいということです。For patients, そして患者さんに対しては、implication is very clear. はっきりとしています。Choose your clinician carefully. 自分を治療してくれる先生を選ぶときは慎重に選ぶようにしてくださいということです。Because what these data show is that no matter how good a patient you are, no matter how adherent you are, ここから分かることは、自分がどんなにいい患者であろうと、どんなにきちんとアドヒエランスを守ろうと、
there is about 1/4 of your blood pressure treatment outcomes that you have no control over. 血圧のいわゆる、下げるその治療において、受けている治療の中でも結局 25% ぐらいは自分ではどうしようもできないというところがあるんだということが分かったからです。On the other hand, patients also need to remember that it's still 75% their responsibility. しかしながら一方で患者さんもきちんと分かっていなければいけないのは残りの 75% は自分たちが言われたことをきちんとするという自分たちの責任だということをちゃんと分かるということであります。This slide and the next are just a further explanation of that. このスライドと次のスライドは今申し上げたことの、さらなる説明です。And because of time, we also did the same type of data in cancer populations, but I will use the cancer example for another point I would like to make. 同じようなことをですね、同じようなデータをがん患者さんを対象として集めているんですけれども、このがんの症例でもう一つ申し上げたいポイントがあります。But here, there are patient-related variables and there are physician-related variables. And I included that for the sake of completeness. まずは先ほどと同じように、患者さん関連の変数とドクター関連の変数、が調べられています。And here the same for the example of cancer patients undergoing chemotherapy who become anemic. そして同じような調査がやはりがん患者さんで化学療法を受けているがために貧血になっている患者さんに対しても同じようなデータ収集をしています。I would like to take the example of cancer patients for the final major point I would like to make in this presentation. そして最後に申し上げたいポイントに関してはこのがん患者さんの例を挙げて申し上げたいと思います。To describe the clinical situation, if you undergo chemotherapy, your blood marrow will be affected, your bone marrow will be affected, and you will produce less red blood cells. がん患者さんでその化学療法を受けますと骨髄に影響があってそして赤血球が減るわけです。You become anemic, and if you have ever experienced that, you will know it is not a pleasant condition. You have no energy. そして貧血になるわけですけれども貧血を経験した方はお分かりだと思いますけれども、エネルギーが萎えてしまうというか元気がなくなってしまうだるくなるという経験になります。So keep this in mind as we talk about evidence-based care. でこの例をエビデンスベースドケアということの話に結びつけたいと思います。We have used evidence bases to develop guidelines, to develop evidence-based guidelines. 私たちはエビデンスとベースとガイドラインということでガイドラインを作るときにはエビデンスに基づいてガイドラインを作ってきました。We have used evidence, research, to develop policy. そしてリサーチ、エビデンスに基づいてポリシー、政策も作ってまいりました。The author David Eddy also made the point that we missed one goal. でこの、論文の著者でありますエディはもう一つ私たち忘れていることはないだろうかというふうに問いかけています。It's making clinical decisions about the care of our individual patients. それは個人個人のケアに対しての臨床的な決定におけるエビデンスであります。So we wanted to try to determine whether there is a way of scoring whether the care of an anemic cancer patient is congruent with guidelines. そこでがん患者、貧血のがん患者さんに対するケアが
本当に、ガイドラインに沿って行われているかどうかということを、調べるスコアリングの方法はないかということを考えました。So this is a step further. This is not whether clinicians in general use evidence, but whether my clinician would treat me in accordance with guidelines. ですからこれはその全般的なものではありません。全般的に臨床医が、ガイドラインに沿って治療しているかどうかということではありません。これは私の担当医が私を治療するのに本当にガイドラインに沿って治療してくれているかということを調べるものであります。So imagine that all of us are cancer patients with anemia and possibly being treated with a particular drug. 想像して見ていただきたいのは、例えば私たちみんなががん患者で貧血である特定の薬で治療を受けているという想定をしてください。The evidence-based guidelines, and these are the European ones, are very specific about how you should treat patients based upon research evidence. これはヨーロッパのガイドラインなんですけれども、エビデンスベースのガイドラインなんですけれども、非常に具体的に述べております。研究のエビデンスをベースにですね、患者さんにどのように治療したらいいかということを非常に具体的に述べています。So we took these guidelines and developed a scale where you can have a score from 0 to 10. そこで私たちはこのガイドラインをベースにこうやってスコアリングシステムを作りました。0点から10点というスコアリングです。So imagine I am a patient and my score would be 0. 例えば私は一人の患者です。私のスコアは0です。It would mean that my oncologist treats me with total disregard for evidence-based guidelines. つまり0ということは、私を担当しているオンコロジストは、そのエビデンスベースとガイドラインに全く沿わないで私を治療しているということです。Imagine then your score is 7 out of 10. そこで、じゃああなたのスコアが7だとしましょう。10点満点の7点です。That would mean that your oncologist treats you relatively well in accordance with guidelines. つまり7点ということは、あなたのオンコロジストは、エビデンスベースガイドラインに相対的によく沿った形で、あなたを治療しているということになります。Well, let's see now what it does to hemoglobin values while you're receiving chemotherapy. 化学療法を受けているときに、そういったもの、そういったスコアといいますか、そういったことが、ヘモグロビンにどういった影響を及ぼしているかということを見てみましょう。Patients in this study had congruent scores between 2 and a few of them had a 10. A few had 2 and a few had 10. Yeah, it ranged from 2 to 10. Yeah, I'm sorry to make it. このスタディに参加した患者さんのスコアですけれども、2点の人から10点の人まで様々でした。Now look what happens if your oncologist or my oncologist were to just adhere a little bit more, just by 1 point increase in congruence to guidelines. 例えば私のオンコロジストが、そのガイドラインに沿うか沿わないかというこのスコアリングですけれども、少しだけガイドラインに沿うようになって1ポイント上げたとしましょう。1 point increase is associated with a 0.6 grams per deciliter increase in hemoglobin at the end of your chemotherapy treatment. で、そのスコアが1ポイント上がったことによって上げるということは、つまり、化学療法が
終わった段階においてヘモグロビンが 0.6 グラムパーデシリットル上がったということを意味します。と言いますが、1ポイント上げることによってこれだけヘモグロビンを上げることができます。You will feel that. It is a positive result. これは非常に良い結果だと感じるでしょう。A more positive result would be 1.2 gram per deciliter increase, which you can achieve by improving the care of the patient by 2 congruence scores. でもっといい結果を出すことができるのは 0.6 ではなくて 1.2 グラムパーデシリットルのヘモグロビンを上げることができればもっといい結果をもたらすことができます。でそれをもたらすためにはこの CS スコアを2ポイント上げればいいわけです。Look at what 1 point increase in congruence does to your probability of reaching low normal or mid-normal range of hemoglobin. そしてですね、その11グラムパーデシリットル、つまりその正常範囲の加減あるいは中央値にヘモグロビンを持ってくるための確率でありますけれども、どれだけ1ポイント上げることによってその確率を上げることができるかということを示しているのがこちらです。1 point increase, 3 times higher probability of getting your hemoglobin in normal range. つまり1ポイントを上げることによりましてヘモグロビンを正常範囲内に上げる確率というのは3倍高まります。Multiply that by 2. 2 point increase, 6 times higher probability of patient, individual patient reaching normal hemoglobin range. でそれを2倍にしてみてください。スコアを2ポイント上げればですね、そのヘモグロビンを正常値にする確率というのは6倍高まるわけです。これはその人個人のことを言っています。We're currently looking at this in other cancer patients and non-cancer patient populations as well, and are getting very similar results. で私たちはこのような同じ調査を他のがん患者さんや非がん患者さんを対象としても行っておりまして、同じような結果が出ています。Let me summarize what I tried to talk about this afternoon. それでは今までお話ししてきたことを少しまとめさせていただきます。We started with the efficacy-effectiveness gap. まずエフィカシーとエフェクティブネスのその差、ギャップについてお話をしました。And we said that effectiveness is a function of intervention and effects to produce outcomes. そして、そこで申し上げたのはエフェクティブネス、実行というのは介入とそのエフェクトの関数関係にあって、これらはアウトカムをもたらすものであると。Remember that we talked about 5 questions, of which does it work was only the first one. 5つの質問、疑問についてお話をしまして、そのうちの1つだけがですね、本当に効果があるのか、功を奏するのかどうかという質問でありました。We talked about moderators and mediators. そしてモデレーター、調整変数とメディエーター、媒介変数についてもお話をしました。And I tried to make the point that both randomized trials and observational studies can give us very meaningful research answers. そして、その無作為臨床試験におきましても観察研究におきましても非常に、意味のある研究結果をもたらすことができるというお話もしました。That also from observational studies we can draw conclusions about cause and effect. そして、観察研究から因果関係の結論を見出すことができるというお話もしました。But that just like trials, our observational studies must be well designed. でもそういった知見と同様にですね、観察研究におきましても非常に綿密なデザイン、適切なデザインが重要であります。We explored how treatment outcomes
are a function of both patient and non-patient clinician-related variables. そして、治療のアウトカムというのは、患者関連の変数と非患者関連の変数、つまり、医師の関連の変数、との相関関係にあるという話もしました。And we explored a method to evaluate whether the care of an individual patient is in congruence with guidelines. そして、その個人に対するケアが本当にガイドラインに沿っているかどうかということを評価するための方法、評価法についても述べました。In the end, our goal is to do what good research should be all about. That is to build the evidence base for our clinical interventions. そして最終的には臨床介入のためにエビデンスベースの臨床介入のために私たちは優れたリサーチをしなければいけないということであります。And I would like to thank our two interpreters for their excellent job, and I would like to thank you for your attention. それでは通訳に対しても感謝し、また皆様にもご清聴いただいたことを感謝して、第1部は以上にさせていただきます。あと5分ぐらい時間がありますので、今の講演でも結構ですし、その他でもいいですので、ご質問があったらお受けしたいと思います。どうでしょうか。たくさんの現実世界のいろんな要因の中で、医師ということを一つ例に挙げられましたけれども、あれは医師のさらに上に組織や病院っていうのも作ってくださっても良いですし、看護師という別のレベルを作って組み合わすことも可能になるということで、一つの、分析方法を教えていただいたと思うんですけども、何か質問はありませんか？私の方からじゃあ一つ。今、医師の影響、患者さんへの影響というふうな研究の例を話していただきましたけれども、看護師の介入に関しての何か知見がもしあったら教えていただければと思います。No, that's a very good question, and as I said in the beginning, I focused on drugs because it makes it a lot easier. とてもいいご質問いただきました。で、最初の方に申し上げたように、薬剤を例に今日お話を進めていったのは、より分かりやすくするために薬剤、薬品を取り上げました。But if we start looking at non-pharmacological interventions, we realize that our treatments, our interventions are much more complex. でも薬剤以外の介入を考えた場合、その介入、治療というのはより複雑になってまいります。So medicine has it easier than nursing in terms of doing these types of studies. 従いまして、こういったスタディをするためには看護よりもですね、薬を取り上げた方がより、研究しやすいわけです。I would like to say that yes, there is a nurse effect, or a pharmacist effect, or a psychologist effect in our treatment outcomes. で、今のご質問に対して、もちろん、はいということになります。つまり、看護師の影響、そして薬剤師の影響、そして、心理学的な影響というのはあります。The difficulty in nursing research is that our interventions have much more dimensions than a typical drug study. で、ナーシング、看護における研究の難しさというのは、薬剤を取り上げた場合よりも非常に看護の方は多面的であると、看護の介入の方が非常に多面的であります。So if you want to analyze the variance in outcomes that is attributable to a nurse class effect, you will have to collect a lot of data. 従いまして、そのアウトカムが、ナースの
クラスエフェクトによってどのような影響を受けるか、あるいはそのアウトカムのばらつきがナースのクラスエフェクトでどういったばらつきがあるかというような研究をするためには、もう本当にたくさんのデータを収集しなければなりません。Here are some examples of possible influences. Communication style. 一つの例でありますけれども、影響力のあるものといたしまして、コミュニケーションスタイルというのがあると思います。Your ability or nurse's ability to be empathic. つまり、そのナースとして、なんて言うんでしょうか、同感できる、同情できると言ったらいいでしょうか、共感できる、いかに共感できるかということの、要素であります。Patient education. そして患者さん、education to Yeah, the patient. for patients. 患者さんに対する、教育。In intensive care. Observational ability and quickness of intervention. そして、その集中治療の場におきましては、観察能力ですとか、その介入の迅速度、いかに迅速に対応することができるかという能力であります。And a final thing to remember of nursing research versus the simpler research that I talked about is that most nursing intervention studies are about effectiveness, not about efficacy. そしてその看護の研究とその他のよりシンプルな研究との違いというのは、看護的な介入のスタディというのはエフェクティブネス、実行を見るスタディであって、そのエフィカシーを見るスタディではないということであります。Nursing interventions happen mostly in the real world, not in some very narrowly defined trial world. つまり、看護の介入に関する、スタディというのは実世界の中で行われる研究であって、非常に管理された厳しく定義された環境の中で治験のような形で行われる研究ではないということであります。それでどうもありがとうございます。それでは時間になりましたので、ここで10分中休みを設けさせていただきますが、今日先生が紹介してくれ